海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマキさんグッチーですね。今日は下川さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうもお願いします。本日はペンホルダーでバックを突かれて負けてしまう人はこの考え方ができてないということをお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回は考え方のお話なので、技術をこうしろとかっていう話ではないです。でそうすると先に結論を言わないといけないんですが、ペンホルダーのバックの技術ってシェイクと違ってなんですか、後ろから前にこうやる感じで、シェイクはこうですかね、下からこう上に振り上げたり、こうしっかりドライブ回転をかけるようなスイングがちょっと基礎的なところだと思うんですけれども、ペンホルダーの場合っていうのはこの押すような感じが元となるので、ドライブをかけたい時にかけたりとか、プッシュをしたい時にしたりとか、ナックルにしたい時にしたりとか、伸ばしたい時に伸ばすってことが基本的にまずできないんだよ。技術的なところを覚えても自分からはそういうことはできません。相手の球に合わせて自分が何の技術をやるかっていう、ここができてない人が多すぎる。なので無理やりいろんな技術をやろうとして、本当はその技術ができないような球が来ているのにもかかわらずそれをやってしまうから、ミスが多くなりすぎてしまったり、無理やり攻めることになってしまったり、この適正な守りができてないので、今回は、技術の動画っていうのは私もワールドラバーさんとかで出しているので、こういうボールが来たらこの技術はやりやすいぞっていうところを教えていきたいと思います。よろしくお願いします。まず1つ目、バックプッシュの時は相手のボールの勢いがある時がやりやすいです。2つ目、サイドスピンショートは相手がフォア側から打ってきた時にやりやすい。触ります。まだ OK 触ってみるか。まだ OK 触ってみるか。ナックルショートは相手の球が遅い、ゆっくりな時、力がない時にやりやすい。
4つ目、伸ばすショート、伸びるショートは相手が強いループドライブの回転をかけてきたときにやりやすい。伸ばします。5つ目、バックハンド攻撃は下がっているとき、相手の卓球台まで距離がないときじゃないとやりづらい。ぐっちーさん、ありがとうございました。わかりました。ペンホルダーの場合は最初に言ったみたいに自分で勢いを出すのが基本的には難しいので、勢いを出したかったら相手の勢いがある方がパカーンって返しやすいですし、サイドスピンなんかもやっぱり基本的にある条件が揃った時に発動する必殺技みたいな考え方でいいと思うんですよね。なので自分からいつでも好きに出せるような技っていうのは、少ないんだよっていうことと、本当僕でもちょっと難しいんで、僕よりもかなりレベルが高い吉田海選手とかぐらいにならないと多分好きに出せるっていうのは多分難しいのではないかなと思いますので、まず皆さんがやるのはある条件下の時に一つ技術ができるだけでもいいと思います。僕なんかもこれ全部まんべんなくできるかっていうとできないです。基本的にはプッシュで待つことが多いんでプッシュを出すことがやっぱ多くなってしまうというわけで、皆さんもその自分の中でこれならできそうだなっていうところをまず1個だけでもいいと思いますので、まずこの考え方っていうのができてないとペンホルダーいつまでもバック疲れて無理やりやっちゃってミスが出て負けちゃう、バックができないからフォアで無理やり回り込んで負けちゃうっていうことが起きてしまいます。なのでこの考え方ですね、考え方に基づいてどういうふうにやるかっていうのが非常に卓球は大事だと思ってますので、参考にしていただけると幸いです。